されどもバレンタインが近くなってきたんで、今回作っていくのはガトーショコラクラシックです。日本だとだいぶ馴染みがあって非常に人気のあるチョコケーキだと思います。分量などによっていくつか作り方はあると思うんですけど、今回はかなり基本的な作り方になるんじゃないですかね。まずチョコレートを刻むところからでしたね。ただこれ結局湯煎で溶かすので刻まなくても全然作れます。チョコレートを刻む時の音が何とも言えないですよね。なんでそういった理由からとりあえず刻んでます。はい。チョコレートを湯煎で溶かしてる間に生クリームとバターを合わせた鍋ですね、これを温めておきます。生クリームとバターの方は沸騰させないぐらい、温度でいうと60度から70度ぐらいですかね。そしたらチョコレートが溶けたところにこれを合わせていきます。あまり一気にドバッと入れると分離するほどではないんですけど、混ざりづらいんで3回ぐらいに分けて少しずつ加えていった方がいいと思います。ダマにならないできれいに合わさったら、次はカカオパウダーを加えていきます。カカオパウダーはこれも念のため何ですかこれ、ざるですね。ざるで軽くこしておきます。これもダマにならないようにするためですね。そしたらカカオパウダーもここに加えてさっくりと合わせていきます。もうなんか色がすでにいい感じですね。美味しそうな色してます。そしたらですね、次は卵とあと砂糖です。グラニュー糖を合わせてホイップしていきます。これ結構しっかりと泡立てていくんで電動があった方がいいですね。もちろん手でやってもできないことはないんですけど、まあ大変だと思いますよ。ちなみにこれ卵黄と卵白を分けてそれぞれ泡立てるやり方とかもあるんですけど、今回は普通に一緒にしてます。オーソドックスなやり方ですね。それでこれ伝え忘れたんですけど、下に湯煎をセットしてます。なので人肌程度に生地を温めながらふわっとしたようなこのね、こうふわっとしたような感じにしてます。いい感じですね。そしたらそれを先ほどのチョコレートの方に生地を合わせていきます。それでこのチョコレートの方がどちらかというとね、この卵の生地よりも重たい硬いんで、そっちに卵の生地を一旦だいたい3分の1ぐらいですね入れてしっかりと混ぜ合わせていきます。ダマができないように、ムラができないようにというか。それである程度合わさったらこっちのホイップした方の生地に全部流していきます。そうしないとね、やっぱこう混ぜづらいんですよね。でどんどん混ぜていくから、せっかく泡立てて空気が入ってんのに全部潰れていっちゃったりしますから。これムースとか作る時もそうですね。デザートに限らず料理でもムースを使ったものとかたくさんありますからね。これはなるべくこういう風にした方が仕事としては丁寧ですし、精度もね低くならないんじゃないかと思います。ここで焼き上げる前の生地はもう出来上がったので、ホールケーキ型にペーパーをセットして流し込んでいきます。あと上にトッピング用のチョコチップを軽く振ります。これはお好みですね。結構スーパーとかに売ってるやつなんで手に入りやすいんじゃないですかね。そして180度のオーブンで
だいたい15分から、場合によっては20分超える場合もありますね。こんな感じで表面が少しこうカリッとして、若干割れちゃって問題ないと思うんですよね、このレシピの場合は。表面をね、割りたくないっていう場合はオーブンの設定温度を変える必要があるんで、それはまた別の機会にやりたいと思います。というわけで粗熱を取ってだいたい 3,4 時間ですね、冷蔵庫で寝かします。冬場であれば冷蔵庫に入れなくても、そうですね、割といい感じに生地が落ち着くんじゃないですかね。それは本当にお好みです。あとは型から外してカットして出来栄えを確認していくだけですね。だいぶね、色がいいですね。これいいっすね。これなんですよ、この色たまんないっすね。もう濃厚なチョコの色っていう感じが前面に出てる、そんなカラーです。というわけで、盛り付けですね。といっても盛り付けるというか、はい、繰り返しになるんですけど、この断面の色がいいですね。ほんと濃厚な感じ伝わりますかね、これ。これはもうね、とにかく濃厚。それでカカオパウダーがこの分量分入ってると苦味もねほんのりあって、甘さとのバランスがとにかくいい。ふわふわしてるっていう感じではなくてね、外側がこうちょっとカリッとしてて、で中がしっとりしてる。王道っすね、これは王道だ。上のチョコチップがねいいアクセントですね。ワンホールいけるな。というわけでガトーショコラクラシックでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。